皆様こんにちは、セリナです。今回は12月3日先行発売、2025年1月24日全国発売、ルナソル春コスメ2025よりアイカラーレーション N の新色、数量限定色 EX06 ラディアントスティック N ヘアカラーバーム02アンバーグローを先行発売で購入したのでレビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デココスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイクを提案していきます。今回の動画ではルナソルの春コスメをご紹介していきますので、このコスメはどのパーソナルカラータイプの方におすすめなのか知りたいという方や、購入を検討しているけれど実物を試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るさが得意、暗さが得意、くすみが得意、鮮やかが得意など自分の得意な特徴に当てはめてコスメを選びやすいように解説していきますので、コスメ選びのお役に立てたら嬉しいです。また次回の動画ではなりたいイメージに近づけたり、どのパーソナルカラータイプの方にも使いやすくなるようなこちらのコレクションを使いこなすメイクパターンをご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ルナソル12セルシアスサインズオブスプリング。冷たい空気に柔らかな日が差し込む。清らかな風に春の気配。澄み渡った時の中、溢れ出す輝き。ご紹介するのはアイカラーレーション N の新色04 12セルシアスサインズオブスプリング、05サンリットルフレ、06センテッドヘイズ、そして限定色 EX06 ブレスオブエアー。眼差しにほのかな春の気配。淡い霞をまとったようなニュアンスカラーを重ねるほどに溢れ出すのは息を飲むほどの透明感。明るい光をはらんだ彩りを溶け合わせて澄んだ奥行きのある目元を演出する4色セットアイシャドウ。透明感が主張する視線を引きつける眼差しへ。新色の04は光に包まれたベージュとブルーがどこまでも透明感を際立てる12セルシアスサインズオブスプリング。05は澄んだきらめきをたたえたオレンジブラウンが暖かな日差しのようなサンリットルフレ。06は霞がかったピンクを重ね合わせニュアンスのある眼差しを演出するセンテッドヘイズ。そして限定色 EX06 は青みのあるカラーにカーキを合わせ透明感を引き出しながらモダンなブレスオブエアー。続いてラディアントスティック N。 潤いに満ちて艶めく素肌のように、頬やまぶた、唇などにみずみずしい艶や光感を自在にプラスするスティックタイプのハイライト。ピンと張った膜が密着し、肌の凹凸を滑らかにカモフラージュしながら溢れ出るような艶やかさを演出。01はみずみずしい艶感を演出するルーセント。02はクリアな光が瞬くプラチナムフラッシュ。そしてベアカラーバームの新色02アンバーグロー。艶やかな澄んだ彩りに目を奪われる。みずみずしくふっくらと丸みを帯びた唇に見せるリップカラーバーム。02は赤みのブラウンを穏やかにまとう洗練されたムードのアンバーグロー。それでは新作リップベアカラーバームから02のアンバーグローというカラーを購入したので、こちらからご紹介していきます。パーソナルカラーに分けると、こちらはイエベ秋におすすめ。シアーなくすみブラウンリップでくすみが得意な方に特におすすめです。16タイプに分けるとウォームオータム、
ミューティッドオータムに特におすすめ。では実際に唇の上にのせてみたいと思います。はい、唇の上にのせるとこんな感じでした。アイテム説明を見るとかなり透け感があるタイプなのかなと思いましたが、ひと塗りでも意外と唇をしっかりと覆ってくれて発色も楽しむことができました。近くで見てもこんな感じで程よい透け感や軽やかさは残っていますが、唇全体にしっかりカラーが乗ってくれますよね。乾燥が気になる状態の唇の上でもスルスルと伸びて程よいオイルっぽさでしっかり保湿されている感じがします。パールやラメは入っていませんが、保湿感たっぷりのバームなので唇に自然なツヤも与えてくれています。02のアンバーグローは血色が奪われない程度の適度な赤みがあるブラウンカラーで、とても落ち着いていて大人っぽいです。春先にこういったくすみ系のリップを塗るのも可愛いですよね。続いてはこちら、ラディアントスティックをご紹介していきます。パーソナルカラーに分けると、01のルーセントは全タイプの方におすすめ。クリアでカラーレスタイプ。パールやラメも入っていないので、スティックの濡れたようなツヤを楽しみたいときにおすすめです。02のプラチナムフラッシュは、ブルベ夏、イエベ春におすすめ。こちらもクリアなベースに、ニュートラルなピンクの微細ラメと、シルバーとブルーンの大粒ラメがきらめきます。ラメのカラーで色づいて見えるタイプなので、基本的にパーソナルカラー問わずにお使いいただきやすいですが、明るいカラーが得意な方に特におすすめです。16タイプに分けると、ライトサマー、ライトスプリング、ブライトサマー、ブライトスプリングに特におすすめ。それでは01と02それぞれハンガー筒に塗ってみて、質感やカラーなどの仕上がりの違いを比較してみたいと思います。まずはこちら側に01を塗ってみます。指に取って目の下からこめかみにかけての C ゾーンにトントンと軽くタップするように塗っていきます。かなりオイルっぽいバームなので、トントンとタップしても若干ベースのファンデーションがよれる感じが気になります。ただ指で優しくなじませていけばこんな感じで綺麗になじんでくれるので、スティックから直接塗ったり一度に多くの量を塗ると少しなじませにくいかもしれません。はい、こちら側には01のルーセントを塗ってみました。指で優しくトントンとなじませていけば、下に塗っているファンデーションのよれも気にならずに綺麗なツヤを演出してくれます。やはりこちらは肌にのせてもこんな感じのパールやラメ、そしてカラーなどを全く感じないクリアタイプなので、オイルの濡れツヤ感のみが乗ってくれて、スキンケア後のようなみずみずしいツヤを演出してくれます。少量をしっかりとなじませていけばこんな感じで、近くで見てもファンデーションとの境目も気になりにくいですよね。質感としてはスキンケアバームのような高い保湿感を感じられるので、ツヤ感を出したい時はもちろん、乾燥が気になる時の保湿用スティックとしても大活躍してくれそうです。ただ、なじませていくと意外と肌表面にベタつきは残らないので、すごく優秀だなと思いました。顔を動かした時に濡れたようなツヤが出てとても綺麗です。では反対側には02のプラチナムフラッシュを塗っていきます。こちらも01と同様指で塗っていきたいと思います。02はこんな感じで軽くタップするだけでも微細なラメが肌に乗る感じがわかりますね。質感としては01よりも少しオイルっぽさが控えめなので、ベタつき感が苦手な方にも使いやすいと思います。はい、こちら側には02を塗ってみました。02は全体に微細なピンクのラメが輝いた上に、さらに上からシルバーやブルー系の大粒ラメが輝くので、光が当たるとラメが綺麗に反射して華やかなツヤを楽しめます。近くで見るとこんな感じで、こちらもベースは01と同様オイル感の強いバームテクスチャーなので、肌にしっとり潤いを与えつつ馴染んでくれていて、全面にラメのきらめきを感じられます。ピンクのラメはかなり微細なので、肌にのせると綺麗に馴染んで、シルバーとブルーの透明感たっぷりのラメが際立ちます。
反対に塗っている01と比較するとかなり違いがわかりやすいと思います。スキンケア後のような濡れたようなつるんとしたツヤをプラスしたい方は01がおすすめ。ラメで透明感と華やかさを感じられるようなツヤをプラスしたい方は02がおすすめかなと思いました。どちらも乾燥が気になる時にも安心して使いやすい質感だなと思いました。続いてはこちら。アイカラーレーションの新色04をご紹介していきます。パーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。クリアなベースにブルー、シルバー、ピンクのラメがきらめきます。青み、明るさ、クリアなラメが得意な方におすすめ。ブルーベース全般のアクセントカラーとして使いやすいです。続いて右上はイエベ春におすすめ。淡いオレンジベージュに微細なゴールドのパールが艶めきます。淡く明るいカラー、黄みが得意な方におすすめ。16タイプに分けると、ライトスプリング、ブライトスプリング、ウォームスプリングに特におすすめです。続いて右下はイエベ春、ブルベ夏におすすめ。少しグリーンがかった明るめのイエローベージュでくすみがアクセントになっています。ベースのカラー自体は黄みがあるのでイエベ春におすすめですが、くすみが効いているのとシルバーの微細ラメが輝くので、イエローベース、ブルーベース問わず明るさやくすみカラーが得意な方におすすめです。16タイプに分けると、ライトスプリング、ライトサマー、ミューティッドサマーに特におすすめ。最後、右下はイエベ秋、イエベ春におすすめ。オレンジブラウンにゴールドのラメが散りばめられています。イエローベースの明るめの締め色ブラウンとして幅広く使いやすいです。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、それぞれのカラーや質感をご紹介していきます。左上から A、繊細な光感と明るさで立体感を与えるカラー。こちらはかなり粉質が軽いので、指で塗ってもこんな感じで、とてもナチュラルに発色してくれます。大粒のラメはキラキラと見えますが、そこまで派手すぎる印象にならなくて使いやすいですね。はい、A のカラーは単色塗りだとこんな感じでした。かなり軽くてサラサラの粉質なので、指で何とかしっかり塗り重ねてもこんな感じで、発色もとても自然でした。まぶたの上にのせると、ブルーの繊細なラメがきらめきます。派手になりすぎないラメカラーといった感じで使いやすそうです。続いて B、ほのかな陰影で立体感を引き立てるカラー。B も A と同様、かなり軽い粉質ですね。こちらは全体にしっかりとカラーがのりますが、とても肌なじみがいいです。はい、B のカラー単色塗りだとこんな感じでした。こちらは少しくすみ感のあるオレンジベージュがしっかりとまぶたにのりますが、指塗りでもこのくらいナチュラルに仕上げられます。こちらのパレットはアイカラーレーション N の中でも特に粉質が軽くて発色がナチュラルな感じがします。パールも微細なラメも入っていますが、ギラギラしすぎずにとても自然なツヤを与えてくれています。A のカラーと B のカラー、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて C、淡いくすみ感のある柔らかなニュアンスで彩るカラー。こちらもパレットで見るとくすみ感があるカラーなので少し深みが出そうに思いますが、まぶたの上に乗せてもこのくらいクリアな感じが残ってくれます。パールとラメがたっぷりで濡れツヤ感がとても綺麗です。はい、C のカラーは単色塗りだとこんな感じでした。こちらもパレットで見るよりも明るさを感じる仕上がりになります。絶妙なくすみ感がとてもおしゃれです。たっぷりのパールとシルバーラメで濡れツヤ感がとても綺麗ですね。そして D、透けるように発色し、ボギーな深みで澄んだ陰影を与えるカラー。こちらはこのパレットの中だと一番しっかり発色する感じがしますが、
それでも他のブランドのミディアムカラーくらいの発色なので、やはりこちらのパレットは全体的にナチュラルな発色を楽しめます。締め色にもラメが入っていて可愛いですね。はい、D のカラー単色塗りだとこんな感じでした。まぶたの上でもしっかりオレンジのニュアンスを感じられるような柔らかいブラウン系に発色します。淡いグラデーションの締め色としてはもちろん、こちらのカラーを全体に塗ってミディアムカラーとしても楽しめそうです。全体的に柔らかいニュアンスが楽しめるパレットですね。C のカラーと D のカラー、それぞれ着てみるとこんな感じです。では、04の12セルシアスサインズオブスプリング全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず C のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体に塗っていきます。絶妙なくすみ感とパールとラメの塗れツヤ感がとてもおしゃれですよね。派手な印象になりすぎないのにアクセントが効いているところがすごくいいなと思いました。続いて D のカラーを指に取って、上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで少し広めの締め色として塗っていきます。ミディアムカラーにも使えるくらいのナチュラルな発色の締め色なので、少し広めに塗ってもこんな感じでしっかりカラーを楽しむことができます。続いて B のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。最後に A のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にかけていきます。ベースはくすみ系のイエローベージュとオレンジブラウンで作ったので、最後にこのカラーで寒色のニュアンスを出して今っぽさを演出していきます。はい、全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。締め色も指で広範囲に塗ってみましたが、全色を使ってもこのくらいナチュラルなニュアンスに仕上がってくれます。ルナソルらしいオレンジのニュアンスが効いていますが、絶妙なくすみ感とブルーとホワイトの透明感でとても今っぽい繊細な透明感メイクに仕上がりました。派手な印象に合わせずに自然にカラーを楽しみたいという時にとてもおすすめなパレットだなと思います。ナチュラルですが、パールやラメはしっかりと効いているところがとても絶妙ですよね。引きで見るとこんな感じです。続いても新色の05をご紹介していきます。パーソナルカラーに分けると、左上は全タイプの方におすすめ。ホワイトのベースに微細なシルバーとゴールドのラメがきらめきます。ベースやアクセントとしてパーソナルカラー問わずにお使いいただきやすいです。続いて右上はイエベ秋、イエベ春におすすめ。くすんだ黄緑のピンクベージュに微細なパールが艶めきます。明るめのくすみカラー、パールの上品な質感が得意な方におすすめです。16タイプに分けると、ビューティッドオータム、ライトスプリングに特におすすめ。続いて左下は、イエベ秋、イエベ春におすすめ。少しくすんだ高発色のオレンジにゴールドのラメがきらめきます。黄身や落ち着いたくすみニュアンスのカラーが得意な方におすすめ。16タイプに分けると、ウォームオータム、ウォームスプリングに特におすすめです。最後、右下は全タイプの方におすすめ。ほんの少しだけ赤みを感じるソフトマットなブラウンカラー。ブルーベースの方にも使いやすい締め色ブラウンです。それでは1色ずつまぶたの上に単色塗りしていきたいと思います。まずは A のカラー。軽やかさもありますが、04のパレットよりも少ししっとりとした質感です。伸ばしていくとこんな感じでとても馴染みがいいですね。はい、A のカラー単色塗りだとこんな感じでした。まぶたの上にのせるとベースのホワイトのカラーはかなり馴染んで、微細なゴールドとシルバーのラメだけが乗るような感じになります。この質は04のパレットよりも若干しっとり感がありますが、肌への溶け込み感や発色の感じはとてもよく似ています。続いて B のカラー。
こちらもかなり肌に馴染んでくれて、自然な陰影をつけてくれる感じがすごく絶妙です。はい、B のカラー暖色塗りだとこんな感じでした。まぶたの上にのせるとかなり肌の色に近い肌なじみのいいピンクベージュカラーなので、アイシャドウを塗っている感は出さずに自然に目元に陰影をつけてくれます。ベーシックなヌーディーメイクを楽しみたい時にも活躍してくれそうですね。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。こちらはかなり発色がしっかりとしていますね。上の2色はとても淡いニュアンスだったので、また違った印象が楽しめます。ルナソルらしい明るいオレンジ系カラーですね。はい、B のカラー暖色塗りだとこんな感じでした。こちらはパレットを見たままのようなオレンジカラーがしっかりとまぶたの上に乗ってくれたので、発色を楽しみたい方にもおすすめです。若干くすみ感があるオレンジが明るさの中に大人っぽいニュアンスを感じられるのと、ゴールドの微細ラメが散りばめられているところがすごく素敵だなと思います。最後、D のカラー。こちらはソフトマットのブラウンカラーですね。この締め色も結構発色がしっかりめですね。はい、D のカラー暖色塗りだとこんな感じでした。まぶたの上にのせても絶妙な赤みを感じられるニュートラルに近いブラウンカラーで、パーソナルカラー問わずに使いやすいブラウン系だと思います。赤みに寄りすぎていないけれど、ブルーベースの方にも使いやすそうなところがすごく計算されているブラウンだなと思いました。こちらも反対に塗っている C と同様、発色はしっかりとしているので、目元をしっかり引き締めたい方の締め色としてもおすすめです。C のカラーと D のカラー、それぞれ引いてみるとこんな感じです。それでは05の3リットルフレ全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず C のカラーを指に取って、ワンまぶたのアイホール全体に塗っていきます。こちらの高発色のオレンジをメインに使っていきます。マットベースにゴールドの微細ラメが輝くので、単色塗りでもとても可愛く仕上がります。続いて D のカラーを指に取って、上まぶたのまつげの際から目を開けた時にカラーが見える位置まで太めの締め色としてのせていきます。このパレットの中の高発色な2色を使ってしっかりと目元に深みを出していきます。オレンジとブラウンの組み合わせ、とても素敵です。続いて付属のチップの太い面に B のカラーを取って下まぶた全体にのせていきます。最後に A のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にかけていきます。はい、全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。こちらのパレットは上2色はかなり肌なじみのいい淡いカラー、下2色は高発色カラーという感じに分かれていたので、今回は高発色カラーをベースに使ってしっかり目元にコントラストをつけた上に下まぶたと黒目の中心に淡いカラーを重ねてバランスをとってみました。オレンジには少しくすみのニュアンスが入っていたり、ブラウンにはほんの少し赤みが入っていたりするので、大人っぽいオレンジブラウンメイクを楽しみたい方にもぴったりなパレットです。引きで見るとこんな感じです。続いても新色の06センテントフェイスをご紹介していきます。パーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春ブルベ夏におすすめ。黄身寄りのかなり明るいピンクベージュに微細なシルバーラメがきらめきます。イエローベース、ブルーベース、どちらの要素も持ち合わせていて、特に明るいカラーが得意な方のベースやアクセントカラーとしておすすめです。16タイプに分けると、単色塗りならライトスプリング、ライトサマーに特におすすめ。続いて右上はイエベ春、ブルベ夏におすすめ。ほんのりくすみニュアンスの明るい黄身ピンクに
パールのツヤを感じます。ベースの色味自体はイエベ春におすすめですが、発色が淡いのとくすみが効いているので、イエローベース、ブルーベース問わずに明るく淡いカラーやくすみが得意な方におすすめ。16タイプに分けると、ライトスプリング、ライトサマー、ミューティッドサマーに特におすすめです。続いて左下はブルベ夏におすすめ。くすんだ青みピンクに超微細な青ラメが輝きます。青みやくすみが得意な方におすすめです。16タイプに分けると、ブライトサマー、ミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。最後、右下はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。赤みの強いソフトマットブラウン、ブルーベースの締め色ブラウンとしておすすめです。それではまず1色ずつまぶたの上に単色塗りをしていきます。左上から A のカラー。こちらもさらりとしていて軽い粉質です。肌なじみのいいピンクベージュカラーの上にシルバーの微細ラメがチラチラと輝いて、ほんのりピンクのニュアンスを与えてくれます。はい、A のカラー単色塗りだとこんな感じでした。こちらもさらりと軽い粉質で肌なじみがいいですが、ほんのりピンク系のニュアンスも感じられるので、淡いカラーのメイクを楽しみたいときは単色塗りでもすごく可愛いんじゃないかなと思いました。続いて B のカラー。こちらは見た目のイメージよりも意外とまぶたの上にカラーが乗ってくれます。くすみ系のツヤピンクですね。はい、B のカラー単色塗りだとこんな感じでした。こちらはパレットで見るとくすみ感が強くベージュニュアンスに見えるので、かなり肌なじみがいいかなと思いましたが、まぶたの上に乗せると結構しっかりくすみニュアンスのピンクカラーを楽しむことができました。だから浮く感じのピンクではなく、自然なニュアンスを与えてくれるピンクという感じですごく可愛いです。パールのツヤもたっぷりで、顔を動かすたびに自然な濡れツヤ感を感じられます。A のカラーと B のカラー、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて C のカラー。こちらは結構発色がしっかりしているタイプですね。くすみピンクのカラーをしっかり楽しむことができます。はい、C のカラーは暖色塗りだとこんな感じでした。高発色なソフトマット質感のくすみピンクのベースに微細な青ラメがキラキラと輝いてアクセントになっています。こちらは05のパレットの C のカラーと同様、かなり発色がしっかりめなので、カラーメイクを楽しみたい時におすすめですね。最後、D のカラー。こちらも高発色な締め色ですね。しっかり赤みを感じられるブラウンです。はい、D のカラーはこんな感じでした。こちらもかなりしっかり発色する締め色でした。まぶたの上に乗せると C のピンクカラーをそのまま深くしていったような、かなりピンクのニュアンスをしっかり感じられるブラウンです。こちらの06のパレットはワントーンのピンクメイクに仕上がってくれそうですね。C のカラーと D のカラー、それぞれ着てみるとこんな感じです。それでは06のセンテッドフェイス、全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず C のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。しっかり発色も楽しめつつ、くすみ感が効いているこのピンクがとても今っぽいカラーで素敵だなと思ったので、今回はこちらのピンクをメインに塗っていきます。続いて D のカラーを指に取って、少し広めの締め色として塗っていきます。この2色はカラーのニュアンスがとてもよく似ているので、2色で仕上げると自然に深みが増すグラデーションのようになってくれます。続いて付属のチップの太い面に B のカラーを取って、下まぶた全体にのせていきます。最後に A のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から広めの範囲にぼかしていきます。は
はい、染色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。こちらの06のパレットは青みを感じるくすみピンクをメインにワントーンで揃っているパレットだったので、全色を使ってメイクしてもこんな感じでかなり馴染みが良かったです。特に C のカラーと D のカラーはかなり発色がしっかりしていたので、この2色をメインに使うと大人っぽいピンク系メイクに仕上がります。高発色なピンクですが、くすみが効いている効果で馴染みもいいです。引きで見るとこんな感じです。それでは最後、数量限定色の EX06 ブレスオブエアーをご紹介していきます。左上は全タイプの方におすすめ。ホワイトのベースにシルバーとゴールドのラメが同じくらいきらめきます。イエローベース、ブルーベース、どちらの要素も持ち合わせているので、パーソナルカラー問わずにベースやアクセントカラーとして使いやすいです。続いて右上はブルベ夏におすすめ。明るくくすんだ寒色系のピンクパープルにパールが艶めきます。青み、くすみ、明るさが得意な方におすすめ。16タイプに分けると、ミューティッドサマー、クールサマーに特におすすめです。続いて左下は、ブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。少しくすみ感のある明るめブルーに、シルバーと明るいブルーのラメがきらめきます。青み、明るさ、繊細なラメのきらめきが得意な方におすすめ。16タイプに分けると、ブライトサマー、クールサマー、クリアウィンター、クールウィンターに特におすすめです。最後、右下はイエベ秋におすすめ。くすんだ黄身の強いカーキカラーに、微細なゴールドのラメがメタリックのように艶めきます。黄身、くすみ、深みが得意な方におすすめ。16タイプに分けると、ウォームオータム、ミューティッドオータム、ストロングオータムに特におすすめです。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしていきます。左上から A のカラー。こちらはまぶたの上にのせると少しベースのホワイトに黄身を感じますね。それでもこんな感じですごく馴染みがいいので、パーソナルカラー問わず使いやすそうです。はい、A のカラー単色塗りだとこんな感じでした。これまでにご紹介した04から06までの新色パレットの A のカラーよりも粉質がしっとりとしているので、なんとかしっかり重ねていくとまぶたの上でもホワイトのカラーを楽しむことができました。若干黄身のニュアンスを感じるホワイトですが、上からゴールドの他にシルバーのラメもキラキラと輝くので、とても華やかな印象に仕上がります。続いて B のカラー。こちらはまぶたの上にのせるとパールがとても微細なので、パウダーのツヤを感じるような柔らかいマット質感のような感じになります。パレット見たままのような明るくくすみ感のある寒色系ピンクがふんわりと乗ってくれます。はい、B のカラー単色塗りだとこんな感じでした。ほぼマットに近いようなかなり微細なパールの艶めきを感じる質感です。発色はとてもナチュラルなのに、パレット見たままのようなカラーを楽しめるところがすごく絶妙です。このくすみ感がおしゃれですよね。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー。こちらは明るくクリアなカラーですが、発色もしっかりなので、まぶたの上でもこのニュアンスを保ちつつしっかり発色してくれます。すごく絶妙で可愛いですね。はい、C のカラー単色塗りだとこんな感じでした。カラー自体は淡くクリアですが、発色がしっかりとしているので、パレット見たままのカラーをそのまままぶたの上でも楽しむことができました。明るく透明感抜群のブルーカラーですが、ほんの少しくすみのニュアンスが効いている効果で、しっかり塗ってもそこまで浮かないところがすごく絶妙だなと思います。最後、D のカラー。こちらもしっかり発色するタイプですね。カーキカラーがとてもおしゃれで可愛いです。はい、D のカラー単色塗りだとこんな感じでした。こちらもしっかり発色してくれるタイプの粉質でした。
締め色としてももちろん使いやすいですが、全体にゴールドの微細ラメが入っていて、メタリックのように輝くので、このカラーをしっかり塗ってメインカラーにしてもおしゃれなんじゃないかなと思います。反対に塗っている C のブルーカラーとは一見組み合わせるのが難しそうな印象もありますが、どちらもくすみのニュアンスが共通しているので、この2色を合わせると大人っぽいイメージに仕上がりそうです。C のカラーと D のカラー、それぞれ着てみるとこんな感じです。それでは限定色の EX06 ブレスオフエア全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず C のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。この絶妙な透明感ニュアンスを楽しみつつ、しっかり発色してくれるところがこのカラーの良さですよね。今回はこのカラーをメインにしっかりと塗っていきます。続いて D のカラーを指に取って、少し広めの締め色としてのせていきます。ブルーとカーキは一見難しそうな組み合わせに見えますが、どちらもくすみのニュアンスが共通しているので、この2色を組み合わせても派手になりすぎない大人っぽい印象のカラーメイクを楽しめます。続いて B のカラーを付属のチップの太い面に取って、下まぶた全体にのせていきます。最後に A のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。ホワイトのカラーでブルーとカーキをよりなじませやすくしていきます。はい、全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。今回はブルーとカーキをメインに使ったメイクに仕上げてみました。この2色はくすみ感が共通しているというのと、カーキのカラーはブルーに合わせると締め色の影としての役割になってくれるので、ブラウンや黄身系の締め色が苦手という方にもとてもおすすめな組み合わせです。しっかりカラーメイクは楽しめますが、派手になりすぎないところがさすがルナソルですよね。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じで12月3日から先行発売中、2025年の1月24日より全国発売をするルナソルの春コレクションをご紹介していきました。今回のコレクションで登場したアイシャドウパレットは全体的にくすみのニュアンスがキーになっていて、トレンドを取り入れつつ落ち着きがある目元に仕上がるところがすごく絶妙だなと思いました。とても可愛いコレクションでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。